今日なんですけれども、手を振り子のように使って手裏剣を練習してみたいと思っています。それと先に、この動画のチャンネル登録数なんですけれども、おかげさまで100人突破しました。ありがとうございます。一人でも多くの方に、手裏剣のことを知ってもらいたいなと思って始めたことなので、このようにちょっとずつ見てくれている方が多くなって、そしてこの結果があるということはすごく嬉しいです。いつもありがとうございます。まだの人、ぜひチャンネル登録お願いいたします。はい、それでは今日の、お題なんですけれども、私はよく手裏剣を練習するときに手裏剣の重さを感じてくださいと言っています。で、重さを感じるために、力を抜いてくださいとか、なるべく脱力してくださいと、そんな話をよくします。ですが、ちょっと先日手裏剣全く慣れていない方と打剣を一緒にする機会がありまして、その時に感じたのが、やっぱりその力を抜いてください、脱力してください、これって簡単に言ってしまうけどとても難しいことだと思ってます。それでやっていただきたいこととしては、手に余計な力を入れてほしくない。これは今までの動画でずっとお話をしていたことです。で、手の力を抜くために脱力をしてくださいっていう話をしたんですけれども、その感覚を一つ分かりやすい方法として手裏剣を構えます。で、最初に手首も直角に曲げてくださいなって話をしました。つまりこうではなくて、こっちの方が深いですね。こうではなくて、この状態で手裏剣を構えます。そして打ちます。この時に下から手裏剣を支えるように持つと、この手裏剣の重さっていうのがよくわかります。重くなるとね、余計はっきりわかるんですけれども、こう持つと意外と重さって消えてしまうんですね。こうすることで下から支えるように持ってあげることで、この手裏剣の重さというのを感じることができます。この重さを感じたまま打剣してほしいんです。今お話ししたように手首を曲げてしまうと重さって消えてしまいます。消えるとは言わないんですけれども、あまり感じなくなってしまう。この方が重さって感じます。つまりこのまま打つんですけれども、ここで手首を返してしまうと重さって消えてしまいます。なので手首は曲げたまま扱ってほしいんです。手首を曲げたまま、極端に言うと手のひらが下を向くような形、自分を向くではなく、これは一番良くないです。野球のようにあくまで手首の直角はキープしたまま。ただどうしても振る関係上少し手は戻りますけれども、極端な話を言うと下を向いたまま。これは極端なやり方です。そうすると物の重さっていうのは感じられます。それともう一つ今日の、お題なんですけれども、振り子のように手を使って練習をしたい。つまりピタッと止まって
こういう動きよりも少し力を抜いて、こういう動きを何回か繰り返す。そして打つ。そちらの方が大きくなくてもいいです。こうぐらぐらと動かしてあげると、この物の重さが感じられますので、そのまま打った方が安定して刺さるようになります。この振り子運動なんですけれども、これをやると手裏剣の違いっていうのがよくわかるようになります。軽くつまんで振ってみるとわかると思います。小さく軽い手裏剣と長くて重い手裏剣では、この振り子の大きさ全く違ってきます。それによってかかる力っていうのも変わってきます。大きい手裏剣の場合は、振り上げてから落ちるまで、バランス取れるまで一瞬時間があります。小さいものだとそれがなく、比較的素早く動く。この違いっていうのはとても大きいと思ってます。どんなものでもそうなんですけれども、道具にはそれぞれに適したスピードがあると思ってます。その道具が本来、持っているスピードというか、本来その道具を使うに一番適したスピードがあると思います。それがおそらくこの振り子運動じゃないかなと私は思ってます。つまり小さいものだと振り上げてから落ちるまでも速いです。つまりこのまま今のスピードを、普通に手裏剣を持っても今のスピードを意識して大きくしていくと、これぐらいのスピードになります。あくまで持ち替えてますので全く同じではないんですけれども、このスピードをイメージします。振り子、自分で振るんじゃないんですよ。あくまでこの手裏剣が動くように、このスピードをあくまでイメージをして、そうすると長くて重い手裏剣の場合は振り上げてから落ちるまで一瞬間があります。それをイメージすると、その手裏剣に合った打ち方がなんとなくイメージできるんじゃないかな。全てが全て当てはまるわけではないですし、もちろん手の使い方や体の使い方によっても違ってきます。でも最初のうちはこの振り子の運動、これをイメージすると、その道具が正しく使えるスピードっていうのがなんとなくイメージがつくようになると思います。かなり今一拍待ったのが分かるんじゃないかなと。短いものの場合は早いです。おそらくこのスピードを超えてアクセルを踏んで何とかしようとしてもちょっと刺さりにくかったり、もしくはこの振り子のスピードに体で無理にブレーキをかけて手裏剣を打とうとすると、おそらく体、肘や肩、
などに大きな負担がかかってしまうんじゃないのかなと。つまりよく言う力を抜いてくれっていうのは、そのもの、使っている道具の重さを感じてほしい。で、重さを感じてどうしたいかって言ったら、この振り子運動をしたい。軽いものであれば素早く、長くなってきたときにほんの少しやっぱり大きく、そして釣り合いが取れるまでほんの少し間がある。これを意識すると手裏剣はぐっと安定してくると思います。要は自分の力で投げるのではなくて、そのものに任せる。道具の重さを使ってあげる。ほんの一拍なんですけれどもね、やっぱり長くて重い方がちょっと時間がかかります。イメージですけれどもね、イメージ。このように振り子をイメージすると、その手裏剣がどう飛びたいのかなっていうのがなんとなく分かるようになります。自分で手を使ってしまうとやっぱりこういったものはうまくいきません。ボール投げのように手首を使って投げてもあまり刺さらない。刺さるは刺さるんです。刺さるは刺さるんですけれども、ちょっとやっぱり腕で振ってしまいますので体に負担がかかってしまう。それであればこの手裏剣の重さ、これに任せて、なんであくまでこの振り子運動を使って打ってあげると、意外と先ほどのように強く腕を振るよりも刺さりが良かったりします。刺さりがいいか悪いか、腕で振ります。重さで振ります。ちょっと見比べてみます。下の方が、腕で振ったものです。そして上が重さで振ったもの。わかりますでしょうか。下のものはもうかなり手裏剣がぐるんと回って刺さってます。こちらはまだ余裕のある形で刺さっているので比較的まっすぐになると、こういう違いが出ます。結果的にどちらも刺さってくれました。どちらも刺さってくれましたが、やっぱりその大きな違いが出ます。またこのように腕を少し振るとき、なるべくこの振り子を意識すると腕の力も抜けます。要は腕に力が入ってたら振れませんから。そうするとリラックスもできます。つまり緊張して手裏剣を打つっていう普段やらない仕草をするときに緊張してこうやるよりもなるべく柔らかく
打てた方が安定してきます。かっこいいんですけれどもね、メリハリがついてかっこいいんですけれども、柔らかく打てた方がやっぱり結果もいいんですよね。下のもの、これが、ちょっとこう止まりながらピッピッと止まりながらメリハリをつけて打ったもの、上のものは柔らかく打ったもの。どうでしょう。こちらの方がまだ少し余裕がある形で入ってます。やっぱりこのようにその手裏剣がどう飛びたいのか、この重さ、手裏剣の持つ重さなどを使ってあげると、こうやっていい結果が出てくることが多いようです。というわけで今日は、手を振り子のように使って手裏剣の重さを使って打つという練習方法をご紹介させていただきました。最近また私の周りでもこれから手裏剣を始めるという方が多くなってきましたので、このように手裏剣を始めたばかりの方に向けて、ちょっとこんな練習があるよというものをご紹介させていただいてます。ですがこの方法は中級者以上、手裏剣を打ち始めて少し慣れてきたという方でも有効です。ぜひ試してみていただくと、自分の癖とかそういったものがよく分かりますので、ぜひ練習にこういったものを取り入れてみると面白いかもしれません。極端に手をブラブラしてくれって言ってるわけではないんです。その重さを使ってじっくりと打ってくださいと、そんなお話でした。それと引き続き、こんなことをやってみたいとか、こんな時はどうすればいいんだ、そんな疑問などありましたらコメント欄の方に書き込んでいただければ対応をさせていただきます。それと、概要欄のところに、Twitter の、URL を載せてあります。もし、ご連絡ある方はそちらの方に、Twitter の DM の方に、ご連絡いただければ、すぐに見ることができますので、何かありましたらそちらもご利用ください。昨日誕生日を迎えて、チャンネル登録数も、キリのいい100人を突破しまして、これからも頑張りますのでどうぞよろしくお願いいたします。それといつも高評価ボタン、グッドボタン押していただいている方ありがとうございます。本当に嬉しいです。また今日の動画も面白ければ高評価、グッドボタンを押していただければと思います。どうぞよろしくお願いします。では今日の動画は以上です。最後まで見ていただいてありがとうございます。失礼いたします。